チキレドでです。今回はね、クランリーグ遊びに来てます。YouTube のね、メンバーシップ登録いただいてるクランに遊びに来てまして、前回もね、紹介させてはいただいたんですが、改めて紹介すると、日本でもね、トップクランにはなるんですけど、特徴としてね、ドラ系の攻めがめちゃくちゃ多いと、ドラゴン系の攻めがめちゃくちゃ多いと。以前ね、ライドラッシュ特集した動画上げておりますので、ライドラ見たい方はそちらご覧ください。残りでね、スーパードラゴンだったり、普通のね、ドラ系の攻めにクローンを使ったような攻め、花火だったり、ノバ系だったりの攻め。今回はね、こちら紹介していきたいと思います。うちのメンバーさんはね、どっちかっていうとこのドラに、花火系、ノバ系の攻めがね、非常に多い人たちなので、今日はね、そっちのノバ、クローン系の攻めを見ていきたいと思います。もともとね、一世を風靡した戦術で、今でこそ、あんまり対策されまくった結果、使ってる人が減ってきてるっていうイメージかな。クローンのドラ系の攻めは。やっぱトルネだったり赤爆だったりに弱かったりするので、対策されるとある程度、脆さっていうのはね、当然あるんですけど、やられすぎて、対策されすぎて逆にやる人が減ったことによって対策が緩んで今また逆にできるみたいなね。逆に言うと対策されなければ非常に強い戦術なので、刺さった時の強さっていうのがやっぱ強いので、配置見極めて、そういうところをね、細かく見ていきたいと思います。早速やっていきましょう。早速やっていきましょう。ライドラと、ライドラが1体入ったドラですね。クローンが2発とインビジブルが3発あるってところなので、これは花火の攻めになるかなというところなんですが、さあ、まずはライドラサイドカットから、ドラゴンが6、ヒーローか。ヒーローとドラゴン、両方のサイドカットになるような、一石二鳥ライドラサイドカットですね。うまい。から6時のイーグル砲付近からドラを進めていくと、突撃艦長旅になりそうですね。さあ、届くんでしょうか。さあ、ギリギリのところで発射をしていきつつ、援軍はヒーローで釣れちゃいそうなので、その辺も気をつけていかなければならないところですね。ホーミングとかたくさん吸いつつ、なんとか援軍の方は届いていきました。突撃艦ですね。さあ、クローン2発型で一気に、高火力でガンガンガンと、まずはタウンホールを取っていきつつ、こうすると終わった後ですね。タウンホールを落とした後に近くにあるシングル IT をきれいに落としてくれるというところで、援軍に引っかかってはいるんですが、そこに対してはフリーズ合わせていって、ガーゴイルがね、本当はこっちのシングルまで綺麗に折れていければ強かったんですが、それでも余力でたくさんユニットいますね。さあ、3時の方に、これはフリーズを使っていく判断。ロイヤルチャンピオンも追加していき、いいですね。早めのロイちゃん追加によって、このドラたちも対空砲からの被弾を受けないような形で取りつつ、ロイちゃんとドラゴンで相互にタゲを分散しながら進んでいって、ライダーもね、今回4体採用だったと思うんですけど、4体全部生き残ってるっていうところで、これはかなりぶっ刺さったんじゃないかな。クイーンもクロックを残しつつ、ヒーローパートがやっぱ無理なく、この本当一区画にね、綺麗に誘導しただけで、テスラがあったら逆に美味しいし、あったところで全然火力ないですよね、この区画。そこにヒーローをぶっ込みつつ、ライドラサイドカットが入って、突撃艦が届いたところで GG でしたね。さあ、続けて見ていきましょう。ライトニングが2発入った花火型。ドラ6、ライダー4というわけで。一時期、ライダーが弱体化された以降は、ドラゴンライダーをね、結構ドラ系の攻めで抜いてくるような風潮というかね、インドラスケルトンでも、ね、インドラとドラゴンライダー両方使う人が多かったんですけど、ドラゴンライダーが一時期抜かれる時期とかが生まれてきて、ライダーがね、そんなに必要とされない時代があったんですけど、最近はやっぱクイヒーライドとかも普通に強かったりしつつ、ドラ系の攻めでもライダーがやっぱ復活してる印象がありますね。もともと、4体とかって結構多めの方になると思うんですけど、今回も4体採用というところでサクローン2発ぶっ飛ばしていきつつ、ストライカーが大量に入ってたので、ドラ系をメインにカモリに来た援軍だったと思うんですけど、ぶっ刺さってウォーデンを解けましたね。さあ、クローン2発、タウンホールは落とせたんですけど、両方のマルチこれケアできれば強かったが、上のマルチは突破することができました。それは強い。さあ、難しい判断ですね。ロイヤルチャンピオンが残ったような状況。バルーンをまずはウィズと落としに行きました。さあ、クイーンがどの壁殴るかっていうのも重要なんで、まずは見ていって、マルチの方は安全、大丈夫そうだということで、ロイヤルチャンピオン12時採用ですね。さあ、ジャイアントで大砲の竹取りつつ、先にリクスケのケアのポイズンを置き、出てきても速攻で溶けてくれるような形。フリーズはまだ、もうないね。インビジブルしかない。さあ、いいポイズン。さあ、回収をしてくれつつ、どうだ。これぐらいならロイちゃんもクイーンも両方いけそうですね。
まあ、ライトニング2発型も全然ね、ドラ本体にこれ呪文使わない形になるんですけど、こういうことすると。それで押せるのがね、やっぱドラ系の強さっていうか、まあドラ系じゃないとできないことなんで、まあ、前面に強さ出していくべきかなと思います。まあ、呪文が少ないとやっぱり、ユニットの体数的にもドラとドラゴンライダーで64だったかな、今回。10体のドラ系がトームに乗ってドバッとやってくるわけですからね。強いよ。さあ続けてもドラゴン花火ですね。さあインドラが3体と結構多めに入ってるので、どういう使い方をしてくるのか。まあ明確になんだろう、さっきはライドラでこっちはインドラみたいな感じでね、使い分けてる感じもあるので、さあインドラカットからのキング展開でイーグルスーサイドを見てますね。さあ細かくドラ系に後ろにインドラ両方つけちゃってますね。インドラ強っ。AT まで降り切っていきかけました。さあここギリギリ初手トームかけつつタウンホールの方へ。気をつけなきゃいけないのがね、これ後ろ向きの安いですね。これワンプッシュあるんでね、ここしっかり見てないと。実はね、裏向きの安いって結構突撃感をしてくるんでね、気をつけなきゃいけないし、ここのインビジブル遅れたら次着地してからもね、一気にユニットをされてドバッとタウンホール突っ込んで、インビジブルだったり黒の位置ずれたりみたいなことがあるんでね、まあ、マルチのまんま真上にね落としちゃったので、まあ、今回のルート上そこに落とさざるを得ないようなルートだったので、まあ倒すのがね結構遅くなりがちなので、その辺ケアしないといけないですね。さあクローンのスーパーガーゴイルは全て溶けていったんですが、いいタイミングのロイちゃんですね。結構早めに刺していくような意識で、まあ、特に今回の場合だったら3時から単独で出していくか合流で出していくかだと思うんですけど、まあ、対空砲ですね。特に対空砲があるようなところにロイヤルチャンピオンを刺していくことでドラゴン自体がね伸ばしてくれるので、途中からドラゴンライダーとロイちゃんが並行して進むような形でイメージするといいかな。ドラの場合はこの辺はねスーパードラゴン型の花火とこのドラ型の花火とちょっと違うところであるんですけど、基本的にはドラゴンライダーがあんまりドラゴンが死ぬ前に死んでることって結構少ないと思うので、まあライダーも活かしつつロイヤルチャンピオン両方行くね並行して進むような展開が作れれば理想かなと思います。さあフリーズ残していっての前回ゴーソスと。さあ続けても安い折り型の花火というところで64ですね。結構64の比率が多めだな。さあベビーカットからのドラゴン、もうめちゃくちゃ遠いんでね、ちょっと怖いですけどね、やってない人からすると。まあ、やってる人からするとね、まあ、結構ねこの辺の人たちの攻めもう2シーズン目になるんで、クランリーグ結構見てきたんですけど、遠距離突撃艦ガンガン飛ばしていくんで、しっかりね、まあこれまあ最近だとやっぱメタとして突撃艦を、この突撃艦に合わせるようなトルネの置き方してるクランがやっぱ少ないし、赤枠も結構分散しておくようになってるので、まあラバルが流行ったり、まあタウンホール区域後のね、タウンクイラバとかが増えた結果、こういうね、オーソドックスな花火系の攻めが刺さりやすくなってる印象を受けますね。さあ、余力でクイーンもぶっ倒していきつつ、こういう遠距離系の飛ばして斜めに飛ばすと左側の方にねユニット一切飛ばさないルート取りなので、結構ねこの形見てたんですけど、平行で斜めに飛ばすとまあ4時の方に今回は流れてったわけなんです。基本こういう流れに沿って4時に進むんだけど、そうなると逆サイがね思いっきり残ってくるので、その辺がロイヤルチャンピオンで落とせるかどうかっていう判断も結構大事になってくるかな。まあ、特に今回もロイちゃんを合流するタイミングを測ってると思いますね。まあ、クイーンが黒く残ってるような状況、しっかりジャイアント積んでそれが分かってますね。でドラゴンタッチでしっかりある程度進めていって、最終的に残って回ってきたドラゴンと、まあ、ロイヤルチャンピオンが合流して最終区画合流できればいいなっていうイメージですね。でライドラの時も結構紹介したんですけど、ライドラの方ねポイズンなしの人がいたんですけど、花火の方はね結構ポイズンは積んだ方がいいと思いますね。まあネクロ系引くとかそういうめんどくさい援軍引くっていうのも当然なんですけど、割と花火の方はねクランジュもかかる可能性も出てくるし、このリクス系なんだよね。
最終的に出てくるリクスケに対するポイズンがめちゃくちゃ強いと思ってるんで、今回打たなかったですけど、さあブーメランぶっ飛ばしていきつつフィニッシュと、ポイズン打ちつつ、先に触れるか。あ、熱い。ガーサス。なんだろう、終盤でね、リックスケ軍に打てるポイズンってめちゃくちゃ強いんだよね。まあ、ラバを釣ってしまった保険にもなるからね。さあ、ドラドラ。これも64だったかな。結構面も細くいくので、バルーンはドカッとね、ライドラの時って結構2方向にバンバンってレイジ置いて、レイジバルーンで押してくみたいなイメージになってくるんですけど、この花火に関してはそういうレイジバンバンじゃないし、バルーンをね、レイジに乗せてドッカーンって進めていく戦術でもないので、まあ、バルーンの数は今回も6体ぐらいだったかな。結構少なめですね。ちょっとこれは深く飛んでったイメージもあるので、クローンちょっと手前に打って戻してますね。うん。やべ、投げすぎたみたいなイメージの突撃感になったと思うんで。ただシングル IT までこれ深く入り込めたことで折り切れてるので、まあ多少ちょっとタウンポイズン受けたガーゴイル生まれたんですけど、シングルまでしっかり折り切れましたね。もうちょい左で手前だとよかったかもっていうイメージかな。突撃感はね、これ本当にね、角度大事ですね。さあ、余ったインビジブルをこれは投石機9時の方に差し込んでいって折り切っていく。素晴らしい。さあ、キングフィストで暴走していって、まあ9時残っていくんですけど、まあ、ウォーデンが単独で仕事をしていきつつ、ベビドラが大砲カット、ロイヤルチャンピオンも残ってるので、これは押せそうですね。さあ、ウォーデン単独で9時押せそう。さあ、ロイヤルチャンピオン追加。そうですね。9時の方はもうウォーデンだけで押せると判断して、ロイちゃんをこっちにサポートで出していって、まあ、防衛施設もなくなっているので、ブーメラン圏内と。強い。まあ、今回もポイズン余ってるんですけど、まあ割と保険気味な残し方でいいと思うな。さあどんどん見ていきましょうか。花火連弾。今回は73のインドラ2体というところで、まあ、結構ドラ系の線ね、ユニット細かく使い分けてますね。面が細いっていうのがドラドラの共通点だったりするかな。ライドラとかスーパードラゴンって結構面をね、太くこんなに狭くないよね。この一区画、もうスーサイドできるような、スーサイドだとキングパートとかで狙うような区画ぐらいをもう一区画で詰めて進めていくっていう形かな。なんだろうね、これ、キングとかヒーローとかいるから、インドラ混ぜてるのかな、本体に。確かにそういうのはあるかもしれない。さあ、今回トルネ引いてるので、ここの角度大事ですよ。さあ、タウンポイズン受けた。ガーゴイル受けてるので、ちょっとしんどいね。ユニット減りましたね。ただでも結構奥まで入ったので、これはレイジでシングルまで折り切って、初めて見たな、今日。トルネが当たったシーン初めて見た気がしますね。基本やっぱ今タウントルネが多いんでね。環境的にも。さあ、ドラドラ。同じ配置にね、ドラドラとスーパードラゴンでね、最近フレチャレでね、どっちの方がどういう形になるのかみたいな感じでね、試してみたことがあるんですけど、結構ドラドラはね、細く入って細く進んでいくイメージですね。こっちもなんかドラゴンたちが突き抜けていくって、なんか1点だけ1点突破みたいな感じで進むんだけど、スーパードラゴンはね、1点突破っていうよりは広くガーって広く太く伸びていくイメージですね。で、スーパードラゴンよりドラドラの方が早く細く伸びるイメージがある。わあ、もう抽象的。まあどっちもどっちなんですけど、スーパードラゴンの方が全然強いパターンもあるし、ドラドラの方が強いパターンもあるし、まあ、配置によってね、見極めることができたら最強なんですけど、まあ、こうやって見るとね、オーソドックスなドラドラもやっぱ強いですね。うん。体感だとね、今回のスーパードラゴンも刺さると思う。まあだからね、わざわざスーパードラゴンの話はしたんですけども。はい。さあ、本日ラストアタックですね。64のドラドラということで、ライトニング使いつつ、まあ残りは全て花火に呪文を使っていくようなイメージの呪文構成ですね。さあ、早くもドラドラ細い面で取りつつ、
最初にテスラ引けるのはかなり美味しい。ちょっとボーデン取られてるのがだるい。もう打たざるを得ないっすね、今のトム。右行ったらトム打てずじまいになっちゃうんで、今のタイミングで打つしかない。さあ、ギリギリ届きまして、ちょっと遅れたね。さあ、クローン、結構手前目に行っちゃったんで、今回はタウンホール近いサイドにクローンで飛ばしていきつつ、クローン2発型のいいところってこういうところだよね。少し突撃感ずれたりした時、届かないみたいな感じになった時に、位置を調整することで動かしていくという形。ただね、フリーズとかなくなっちゃうんでね、ライトニングまで積んでクローン2発型でやっていくと、その辺はね、しっかり初動でのミスを絶対になくすことですね。さあ、バルーンちょっと残してたんですね。バルーンベイビドラを9時入れつつ、ロイヤルチャンピオンオマール力差し込んで、呪文がないので、このロイちゃんでどこまで伸ばすことができるかっていうのも大事になってきますが、さあポイズンやっぱり残して、ロイちゃんに対するね、スケルトンに対してポイズン残せるのが非常に強い気がしますね。で、この判断も早いよね。結構ね、本体と混ぜて最終結構待つ人が多いというか、そっちの方が確実に全開取れるかなっていう、時間かかっちゃうけどね。あるんですけど、これも早めの見切りで絶対こっちから押してくみたいなね、いい判断でしたね。こうやって逆サイから回すとどうしてもやっぱ力つけちゃって、ロイちゃん落ちちゃうんですけど、逆にこっちから回していくと、余力的に最終的に残ることの方が多いクイーンとね、一緒に相互でタゲ取り合って押していくみたいな感じになるんだけど、時間も遅れたりだったり、そういうデメリットあるんですけど、今回はもう逆サイからロイちゃん単独で押し切れるという判断で差し切ったのもいい判断でしたね、最終的に。さあ、クロック余って前回ガーサスだ。はい。やっぱこういうトルネが多いね。はい、というわけでね、今回はメンバーシップのね、登録いただいている方々から花火のね、戦術をたくさん見てきました。あんまりうちのチャンネルで花火特集することないし、うちのメンバーがね、あんまり花火やらないっていうところもあって、結構逆に珍しいというか、他のチャンネルでは結構ね、花火って特集されることも多いんですけど、うちのチャンネルでは珍しい戦術がたくさん見れたんじゃないかなと思います。やっぱね、突撃感が割とリスキーなところもあったりするんでね、うちのメンバーはそういうリスキーな攻めはなかなかやらないところもあるんですけど、魅力としては圧倒的爆発力っていうところだったり、時間も結構早めの全開になりやすいんでね、僕とかは結構練習しといて損はない戦術であるので、たまにやってましたね、僕。スーパードラゴンが弱体化入る前の時は結構スーパードラゴン型の花火も対応してましたね。結構ね、スーパードラゴン刺さる配置にしかやんなかったから、結構全開率は高かったですね、花火の。めちゃめちゃ高かったですね。できる配置にしかやんないからそういう見極めができれば強いんですよ、やっぱり。罠がある程度あってもいけるなって判断することができれば全然押せるし、15個もね、クランリーグ配置あるので、ある程度その中、自分たちの中でね、分かってると思うので、ある程度ここは罠あっても通るとか、そういうの理論っていうより肌感で感じるユニットなんで、結構ドラゴン系の攻めって。だってここはね、宝石がこういう角度で置かれてるからドラゴンは6体必要なんですよ。で、ほんでもってドラゴンライダーは4体なんですよ、みたいな、そういう理論で必要なユニットの編成って組めないじゃないですか。別の動画でも言ったんですけど、バルーンはここ、確定数で3334で進むから、バルーンはここ3334で必要なんですよっていうラバルの対数とは違って、ドラゴンの対数って、施設に対して増やしていくものじゃなくて、感覚でこれぐらいならこんなもんみたいな感じのユニットなので、突撃感も同じようにね、この感覚の距離感ならこれの辺でトム打てば大体届くし、トルネあっても大丈夫みたいなね。そういう、理論的っていうよりは自分で何度かやってみて使うものだと思うので、フレチャリだったり、対戦だったり、練習だったり、いろいろやってみて、自分に合う形っていうところをやってみるといいのかなと思うんですけど、花火のいいお手本がね、今回たくさん揃ってるので、ぜひね、花火する際だったりやってみたい方はこちらの動画なんか見てね、習得。自分だったらこの角度でやるなみたいなのが、一度攻め止めてね、同じ角度で同じようにできるようになれば、この人たちと同じようなプランになると思うので、そういう使い方で見てみてください。というわけで、今日はこんな感じだと思います。チャンネル登録お願いします。さよなら。